おはようございます。今日はウォルト・ディズニースタジオに行きます。今30分前なんですけど、30分前で最前に並べました。5分前に言ってもらえてタワー・オブ・テラー乗ります。朝一来ても70分待ちでした。シリキューテンドゥいない。グッズが日本にないのがいっぱい売ってますね。でこれが 5ユーロだから1000円ぐらいで、これが2000円です。ディズニー価格って考えたらそんなに高くないかも。タワーオブテラー本当に最高でしたね。何が最高だって言ったら、長いこと多分4回も5回も登ったり降りたりしてて、日本より全然体感長かったです。予測できない動きが楽しかったので超おすすめです。ミッキーマジシャンっていうやつの列なんだけど、1時間前に来たらまだ並べませんって言われちゃって、何時に並べますかって聞いたら、開始40分前に来てくださいって言われて、でも結局近くをプラプラしてたら55分前に空いて並べて、この今3組目ぐらいです。パリの最高傑作のショーって呼ばれてるものみたいなんだけど、前の方行っちゃうと逆に見にくいから、後方がいいみたいなブログを読んで、どこに座ればいいかわかんないけど、とりあえず並んでます。今ダッシュで撮って、有料の人たちが前は結構撮ってて、私たちはこの傾斜ができた1列目を撮りました。ど真ん中めっちゃ楽しみ。実質有料席みたいな。夫の真横の人は有料の席なんで、多分いいとこ撮れたと思います。秩序があって走る人とかは一人もいないですね。1500席ぐらいあるみたいです。最高すぎました。撮影禁止だったから撮れなかったんですけど、鳥肌めっちゃ立ちました。すっごい良かったです。絶対見た方がいい。これオラフにあります。 Hello. Hi, we just have a problem with the photographer. So if you want photos from the photographer, you just need to wait, okay? Is it necessary for you or no? Nope. No? No, sorry. Okay. The photographer doesn't work? Yes. You want just okay. pictures with the phone? Okay. It's okay? Okay. Hello. ミートオラフ終わってクラッシュがシングルライダーが60分だったので、シングルライダーで行ってみます。これか、なんか一人でもいいですよっていう列だとちょっと短くて済むみたい。シングルライダー待ち列短いです。ほんとちょろっと。でも進み遅くってって感じです。60分待ちで並び始めたけど、今まだ20分でこんぐらいだから、そんな待たなそうです。結局30分ぐらいしか待たなかったです。面白かったよね。日本にはない感じの乗り物で、ゆっくり見るアトラクションとジェットコースターの合いの子みたいな感じで面白かった。昔日本にあったお絵描きの教室、パリにはあるみたいで参加します。これは前の回の人たちが今言ってる。今日はプーさんっぽい。1回目やってた人がプーさんで、やったーって思ってたら2回目にやってた人たちがムーランの竜描いてて、で毎回変わるんだって思って、うちは何やるんだろうって思って、アリエルかレミーかだったらいいなって思ってたんだけど、結局オラフで、オラフは存在ちょっと忘れてて、さっきやったのに。オラフは個人的に好きなのでやったーって感じですね。Good job. Nice work, everybody. なんか動画になっちゃった。スパイダーマンのグリーティングのチケットも取れたので、スパイダーマンのアトラクションに乗ってから行こうと思って、シングルライダー30分待ちに並びます。
スパイダーマンシングルライダーで乗ってきました。なんか手をこの形にして腕を振りまくって襲ってくる雲を倒すっていうアトラクションとしてはめっちゃ面白かったんですけど、知らない家族と一緒になっちゃって一人で両手でその手を作って雲を倒すのめっちゃ気まずかったですね。でも気にしてなかった感じで面白かった。途中でブーってなりましたね。でもシングルライダーだと基本的に待ち時間が半分以下なので、どうでしたか？面白かったよ。知らない方さ、この手をさブンブン振るのさめっちゃ笑っちゃうよね。で今からグリーティングいきます。The campus, the Avengers campus, you like? 雲描いてる。That's for you. Thank you. You're welcome. Look at the pen. おお。次はアドベンチャーズのシングルライダー乗ります。もうシングルライダー乗り始めたら止まんなくなっちゃって、シングルライダーは結構定時時間より早く案内されることが多くて30分ぐらいで乗れますね。パリディズニーのアベンジャーズ、ジェットコースター系っぽいです。楽しみ。スペースマウンテン系っぽくて面白そう。マーベルジェットコースターでやっぱスペースマウンテン系で面白かったし、次どうしようかな。今もう4時とかなんですけど、初めてトイストーリーの方行きます。なんか20分ぐらいだった待ち時間のカーズのアトラクションが5分になってたので、これちょっとまだ乗ったことなくて、これもシングルライダーあったから後で狙ってます。この RC なんちゃらっていう車のやつは香港で乗ったから今回パスしようかなって思ってます。スティンキーも乗ったことない。このアトラクションはなんかタイミングが重要っぽくて、さっき1回30分待ちぐらいまで行ってましたね。で朝一5分だったから、うわ乗ればよかったって思ってたら、また今4時頃なんですけど5分待ちになったから、夕方またすくっぽいですね。レールの上走ると思ったら車なんだね。見えないかも。この人たちが運転してくれてました。なんか楽しそうに笑ってます。ありがとう運転手さん。気温もなんか手伝って気持ちよかったよね。レミーと美味しいレストランに来ました。なんかたまたまサイトパッて見たら予約ができたので予約して入りました。Chef, because everything is huge. Okay. I will show you everything about how we do. わーすごい。So what did we just hear? ピントが合わなくて見えにくいんだけど、メニューを写真撮ってジェミナイに訳してって言ったら訳してくれて、メニューとかソース焼き加減とかを選んでフランス語にしてって言ったらすごい細かくフランス語にしてくれて、店員さんに携帯見せるだけで注文できました。フランス語喋れないっていうのがちょっと旅行の敷居が高かったんだけど、なんか AI と翻訳機で全然過ごしやすいです。前菜はサラダにしました。これもなんかどれ選ぼうか迷ってサラダが一番人気なんだけど、その理由が映画の中で味わって食べてみて、これとこれ一緒に食べてみてみたいな感じでレミーが言ってるのを体験できるサラダになってるみたいで、2品目は牛ステーキとフレンチフライっていうのにしました。焼き加減はミディアムで、
ソースはチーズのソースにしました。この肉が本当に美味しくて、メインもいくつか種類から選べるんですけど、絶対この肉がいいと思います。想像を上回る美味しさでした。もう本当に美味しかった。びっくりするほど美味しいです。デザートはこのチョコムースとグストーのデザートっていう、頼んでみないと何かわかんないデザート頼んだら、シュークリームと何なんだろう、パイみたいな、かわいい。お店の外観こんな感じなんですけど、めっちゃ良かった。外出たらめっちゃ夜みたいな感じになってますね。パリディズニーに来たら絶対乗んなきゃいけないアトラクションの中の一つのこのレミが今なんか改装中でやってなかった。お店入れたから良かった。これもいつか乗りたいです。レミの近くのお土産屋さん、このレミーがめっちゃ可愛くて、上から見るとこんな感じなんだけど、下から見るとこんな感じでめっちゃ可愛い。傷つかないように段ボールをバッグから持ってきてくれて、これも在庫バッグから持ってきてくれて、段ボールで梱包してくれてます。めっちゃ優しい。You take the train, the airplane? Airplane。 Je suis bête, ils viennent au Japon. I'm so stupid. なんかバッグにあった段ボールに詰めてくれただけじゃなくて、最後にこのディズニーランドのシールも貼ってくれて、さらに持ち帰り用にこのシール2枚くれました。めっちゃ優しくて、さすがディズニー。天気1回並びかけたんだけど、並んでる途中でレミーのレストランがキャンセルされちゃう線を越えそうなことに気づいて、並ぶのやめちゃったので、今また並び直してます。今度は5分待ちで、これとあとそのパラシュートドロップっていう自衛隊の緑のアトラクション乗ったら全部乗り切れちゃったので、2周目とか行こうかなって思ってます。フランス人は結構ノリいいっぽくて、みんなキャーキャー言って盛り上がってますね。初めて乗ります。タワテラもう一回乗りたい。タワテラ本当に面白かったですね。日本で乗ったことあるからなんとなくこんな感じかなっていうのが自分の中であったんだけど、予想外な動きをして、それがめっちゃ面白かった。あと本当にめっちゃ長かった。多分日本って 2,3 回、さっき撮ってた時は4回ぐらい落ちたって言ったと思うんだけど、6回ぐらい落ちてて、で途中登ってんのか落ちてんのか分かんなくなる時間があって真っ暗でなんか登ったり降りたりなんか 2,3 回してる時に今どっちなんだろうっていう時間があって、で電気がついて今登ってんだとか分かるようにまた戻って、待ち時間日本と同じかちょっと短いのに長さ多分2倍ぐらいあったんじゃないかな。でちゃんと外の景色を見れる時もあって写真も撮られて、タワテラ本当にすごかった。めっちゃおすすめです。見てるより乗った方が結構面白い。登ったり降りたりがジェットコースターみたいな感じで面白い。次はこのパラシュートドロップに乗ります。普通に並んでも20分しか今待たないんだけど、シングルライダー10分でちょっと閉園が差し迫ってるので時間を節約してシングルライダーでまた乗ろうかなって思います。でここでなんか記念撮影とかできてかわいい。乗ります。シングルライダー10分って書いてあったけど、いざ並んでみたら2番目だったので運が良ければ10分待たなそうです。結局1回待っただけで乗れました。なんかあっちはあっちで家族でこっちもこっちで
家族の人たちと一緒になりました。 Oh, このアトラクションはスティンキーよりもっと見るのと乗るの違いましたね。プチタワテラみたいな浮遊感あって楽しかった。なんかカーズのぐるぐる回るアトラクション乗ります。全然並ばないですね。多分日本だとベイマックスとティーカップの間みたいな感じの乗り物っぽい。カーズがなんかブロークって言われて、いきなりシステム調整に入っちゃって乗れなくなっちゃったんで移動してて、今タワテラが35分で乗れそうなので、次はタワテラ2回目に行きます。タワテラ2回目終わって数えたら7回落ちてました。で夜の方が今落ちてんのか登ってんのか分かりやすくて、7回ピューンって落ちる時間があったのと、夜の方が最後多分4回目に落ちる時か5回目に落ちる時かパーって外の夜景が見えたんですね。でその時がめっちゃ綺麗で、なんか金の点々点々だけじゃなくて、なんかカラフルでめっちゃ可愛かった。見たくて見れなかったのがこのショーとネミーのアトラクションが乗れなくて残念だったんですけど、他は結構乗れました。東京ディズニーランドより全然乗れる。今日なんか歩数計見たら8000歩ぐらいしか歩いてなくて、疲労感も全然ないですね。昨日ランド行ったんだけど、ランドの方が疲れた感じあって、こっちは室内が多いしあんまり歩かなかったですね。広さは香港のディズニーランドと同じぐらいらしくてめっちゃ良かった。めっちゃ早くてめっちゃ寂しかった。楽しかったけど寂しい。ディズニーランドより日本人と遭遇する率は低かった感じがします。お疲れ様です。帰ります。バイバイ。